サムライリーグは7月4日から開催される第60回全日本女子学生剣道選手権大会、第74回全日本学生剣道選手権大会を応援しております。出場される剣士の皆様のご健闘をお祈り申し上げます。人と技術で建設業の未来を築く RF テクニカ。生きたデータでビジネスに生きたソリューションを、東芝テック。一人の商人、無数の使命、伊藤忠グループ。東レ株式会社滋賀事業場、大同特殊工株式会社、株式会社西日本シティ銀行、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、住友電機工業株式会社、 JP ロジスティクス株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ランテック、日本通運株式会社、 NX 商事株式会社、ご覧の企業様よりご支援ご協力をいただいております。誠にありがとうございます。サムライリーグ2026グループ B 第3試合になります。この試合は赤三菱商事株式会社対白 NX 商事株式会社の試合となります。この実況を務めます田中さゆりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説をしていただくお二人をご紹介します。自己紹介お願いします。株式会社武者シュガー、代表の佐藤弘隆と申します。少し前まで、千葉県警察で剣道特練として勤務をしておりましたが、現在は、会社を設立して剣道スクールを運営しております。本日は、よろしくお願いいたします。はい、富士フイルムビジネスイノベーション剣道部監督をしております住崎と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めまして佐藤さん、住崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。佐藤さん、はい、今回サムライリーグの解説は初めてですよね。初めてですね。はい、とっても緊張してるんですけど、大丈夫ですか？私で大丈夫です。今までにサムライリーグは見たことはありますか？そうですね、YouTube で拝見させていただいてたんですけれども、本当に非常にレベルの高い試合だなと思って、いつも見てました。はい、ありがとうございます。佐藤さんはもうたくさんもう試合経験されていると思うんですけれども、例えば団体戦としてチームとして臨む際にですね、皆さんと共有していることだったり、なんか約束事とかって今までしてきたりされました？そうですね、団体戦の戦い方っていうのも非常に、各チームいろいろ特色があると思うんですけど、お互い同士で話し合ってこうしようっていうところはあんまりなかったかもしれないですね。なんとなくというか、みんながそれぞれのやっぱ個性がありますので、そこで共通認識をなんとなく持っているチームは強いなと思いますけど、実際にコミュニケーションを取っているかと言われると、そこまで取れてなかったということもあるかもしれないです。なるほど、ありがとうございます。住崎さんはいかがでしょうか？はい、団体戦の戦い方、そうですね、私今監督をしておりまして、弊社はどちらかというとたくさん話をするように心がけています。試合面つけて、立った時も前の選手と後ろの選手と合わせて話をしたり、自分はこうするからあとよろしくという形でやったりしていますので、そういった意味では非常に毎試合ごとにコミュニケーションを取っているというのが弊社の、ある意味強みなのかなというふうに思っています。私実際試合を拝見させていただいたんですけれども、本当に住崎監督を含めてエンジンになってすごく話している回数すごい多いなと思いました。そうですね、言った通りにはやっぱり絶対ならないんですけれども、やはり最初の試合前に、みんな、メンバー全員で共通認識を持つということはすごく集中させるっていう意味でも大事なことだと思っていますので、やはり毎試合試合前にはエンジンを組んで、行くぞという形でやっています。ありがとうございます。それではグループ B 第3試合先鋒戦が始まります。冒険という言葉を遠くに感じるのはいつからだろう。
それはファンタジーではない。未来を変える一番の力だと思う。世界と一人のために三菱商事。 An X Nippon Express。 世界を作る次世代物流、それはグローバルに連携し、私たちの生活を支えるあらゆる産業を未来へ躍動させる。この美しい地球とともに。物を運んでいるんじゃない、世界を動かしているんだ。チーム NX グローバル。さあ試合が始まりました。まずは先鋒戦。赤、生田夏樹選手。白、竹内恭介選手。さあまずは勢いよく先鋒戦が始まりました。そうですね、白のやっぱり、竹内選手ですか、はい、足さばきがいいですね。本当に小気味いい動きをするなという印象ですね。すごく身長差が、ね、大きくあって、やっぱり白の竹内選手はやっぱり小柄なんですけれども、やっぱり足を使っていくっていうことをやっているので、なるほど。非常にいいかなというふうに思いますね。赤の生田選手は身長が170センチ、一方白の竹内選手は身長155センチですね。ちょっと身長差がありますね。そうか、生田選手もそんなに大きいかと言われるとそんなこともないですね。なるほど。このつばぜり合いのところっていうのが生田選手も竹内選手もお互いどういうふうに狙っていくかっていうのがポイントかななんて思いますね。佐藤さん、はい、先鋒戦で求められることって何ですかね。そうですね、やっぱ先鋒っていうのはチームの一番初めに試合するものなので、やっぱり勢いがあると非常にチームに元気を与える存在かなというふうには思います。ですが、そこのだからといって、雑にいってしまうとですね、ここで勝敗が決まると結構やっぱチームとしてはかなり劣勢になってしまうっていうのが現実なので、やっぱ先鋒戦のところで、どうですかね、どこで技を出して、どこで思い切っていくのかっていうところは、お互いちょっと探り合いながらも思い切っていくっていうのが大事かなと思いますね。はい、住崎さんも監督として、やはりオーダーを決めるときはいろいろ考えますか。そうですね、やはり先鋒っていうのは特にチームの、最初の初めなので、やっぱり元気があって、チームに流れを持ってこれるメンバーというものを選ぶようにはしています。ありがとうございます。さあ残り1分です。なかなかやっぱり、1試合目っていうのも1試合目というか先鋒戦っていうのもあると思うんで、様子を見てしまうというところもしかし若干あるかなというふうには思いますね。ちょっとお互いにやっぱり思い切った技が少ないかなというふうには見ていて思いますね。でもどうなんですかね、やっぱ勢いがあって元気があるっていうのも大事かと思いますけど、やっぱ負けないっていうことも一つ先鋒だとすごく重要になるのかなというふうには思いますね。やっぱり博打を打っていくと負けてしまうと、先ほども言った通り劣勢になってしまうので、負けないってことも非常に重要なポイントかと思いますね。惜しいな。今の面は惜しいですね。惜しいですね。やっぱお互いリスクの低い技で攻め合っているという印象ですね。ここでブザーが鳴りました。先鋒戦、生田選手対竹内選手は引き分けとなりました。次鋒戦です。赤、小坂重太郎選手。白、後藤大輔選手。さあ次鋒戦が始まりました。そうですね、初立ちはお互いが、防御姿勢から入るって形でちょっと様子を見てるという感じですね。先鋒戦も同じような形だったですね。はい、今のどうは住崎さんすごい痛がってる。惜しかったけどちょっと外れ下の、方にタレの方に当たってたのかなと思います。狙いは良かったですよね。
この赤の方の小坂選手ですかね、京都大学出身ということなので、我々も学生の時にやっぱり東大ですとか京都大学なんかと試合やるときは少しやっぱり気を使わないとですね、非常に頭の様子、うまい剣道をやっぱりしてくるというのがあるので、これはすごく見ものかなと思います。京都大学、そうですね、序盤で引き逆動っていう技を出したので、それも一つ策があったのかもしれないですね。さあここからどうなっていくんだろうな。お互いにでもなかなか勝負が決まっていかないかなという感じですかね、前半戦の方は。でも本当にこの3分間の試合の中で勢いのある選手がやっぱ多いようなイメージがしますね。本当にサムライリーグの出場選手たちみんな勢いと、あと引き技がすごいうまいなっていう印象を、私がYouTube で見てる時からすごい思ってたんですけど、つばぜり合いのところが非常に積極的で、実業団の大会の中でおそらく3分の戦い方っていうのがみんな染みついている選手がやっぱ多いのかなというふうに思いますが、どうですかね、住崎さん。はい、そうですね、やっぱり、一般の大会はやっぱり4分だったり5分だったりっていうのがあるので、我々実業団の試合ってやっぱり3分間しかないので、その中でどこで、1本取るかっていうのは本当に常に考えて、一瞬でも気抜いたらやっぱりそこが取られてしまうところなので、そういうある種私ももともと警察で試合をやってたんですけど、警察の試合は5分で延長も3分という形で8分間あったりするんですよ、団体戦が。なので3分の中で積極的にっていうのは、もしかしたらその実業団の選手の方が3分の積極性っていうのはすごくこっちの方が高いんじゃないかななんて見てますね。そうですね、やっぱり5分と思ってやって、3分何もしないと本当に何もなく終わっていってしまうので、そこは難しいところかなと思います。かといってそこで雑になってしまうと、そこを拾われるっていうこともそうなんですよ。そうか。残り30秒切りました。お互い引き技もいいところを出してますけどね、なかなか決めに行くのも難しいという状況かなと思います。残り10秒。残り10秒です。無理をしないような戦い方に近いかなというふうにも思いますね。ここでブザーが鳴りました。次鋒戦、小坂選手対後藤大輔選手も引き分けとなりました。5勝戦、赤松井多門選手、白藤本伊月選手。赤は上段ですね。佐藤さんは上段は得意ですか？上段もともとそんなに得意じゃなかったんですけど、最近稽古とかでも少しずつやるようになって、結構慣れてきたかなとは思いますけど、やはり上段というのは難しいかなというふうには思います。住崎さん、結構最近上段の方々増えてますよね。そうですね、やっぱり上段が1人いるだけでもなかなかやっぱり上段から勝ちを、想像するっていうのはなかなかやっぱり3分の中では難しいので、やっぱり1人いるっていうチームがやっぱり多くなってますし、やっぱりそういうチームは強いかなというふうに思います。弊社だと米光というのがおりまして、やっぱり背も185センチぐらいあって上段やってますので、なかなか、相手としては嫌かなと思いますね。3分間の中で米光選手に1本取るっていうのは相当難しいですもんね、やっぱり。そうですね、なかなかそうですね、取られるっていうのはあんまりないかなと思いますね。この上段のそうですね、松井選手ですか。はい。松井選手の目標が掛け布団を買うって書いてあるんですけど、どうですかね、この試合を勝って掛け布団をを買うことができるのかというところも微妙なのかなと思いますけど、はい、この試合で勝ったら掛け布団を買ってほしいですね。早めに買った方がいいと思うんですけどね、掛け布団は。なかなか中止要請が。
これはなんか胴紐かなんかですかね。腰？そうですね、市内の中酔いがちょっとずれちゃったんですかね。藤本選手は目標がとにかく幸せになるっていうことなんですけど、はい、どうですかね、田中さん幸せになるっていう目標なんですでけど。も藤本選手の顔、はい幸せそうですけどね。幸せそうですか。そうですか。幸せそうじゃあもう目標達成ですね。目標達成。幸せパワーと掛け布団パワーでですね、ね、どっちが勝つのかななんて思いますけど、今のところ先行上、いいとこ。白の藤本選手が突きを決めました。いや、いいとこですね。片手スロー再突き。生です。佐藤さんお願いします。はい。このそうですね、片手突きが決まったと思うんですけど、相手がこの上段にとってもこの居ついたところっていうんですかね、見事だと思いますね。部位は捉えているように見えますが、素晴らしいですね。斬新も含めてしっかり片手突きを出した後に間合いを切って、その後打ちも出せないという斬新もしっかりやっているなという印象です。はい。わあ、入ってますね。突きありですね。綺麗ですね。お見事。松井選手もちょっと反応ができなかったという形ですかね。素晴らしい。藤本選手の突きが決まりました。この後ですね、残り時間も少ないので、どういうふうな戦いで展開を持っていくかという形ですね。残り30秒。この足を、止めずにですね、1本取った後も防御一辺倒になるのではなくてですね、いいところでは手を出すようにはするんですが、打たせないというところが徹底しているかなと思います。非常に上手な戦い方だと思います。もう藤本選手は守りたいですよね。そうですね。なかなか決め手が難しいですね。ガードも上手なんで。ここでブザーが鳴りました。5勝戦、松井選手対藤本選手は白の藤本選手の一本勝ちとなりました。さあ、中堅戦、赤古賀義孝選手、白江川雄一郎選手。さあ、中堅戦が始まりました。今のところ1対0でエネック商事の方がリードしています。初立ちから2人とも積極的に技を出していきましたね。はい。この赤の古賀選手ですかね、目標が侍リーグ優勝ということで、弊社もまだ一度もしたことがないので、すごく大きな夢でいいなというふうに思いますね。素敵ですよ。ぜひ優勝してほしいです。一方、白の江川雄一郎選手の目標がですね、ボディ面習得と。これ、住崎さん、ボディ面とは何だと思いますか？小手ですね。ここで小手が入りました。小手が入りましたね。もうちょっと入りながら。スロー再生です。お、江川選手が手元を上げて、相手のそうですね、自分も手元を上げて相手の手元を誘うというところかなと。つるなんていう言い方ありますけど、自分が手元を上げながら相手の手を上げて打つというところですね。素晴らしいなと思いますけど。はい。はい。江川選手の小手が決まりました。住崎さん。はい。ボディ面習得ですね。ちょっとわからないですね。体の方なのか面打ちの方なのか何なのかちょっとそうですね。決まったら小手ですもんね。そうですね。ボディゴテなのかな。気になります。これはボディゴテじゃないですか。ボディゴテ今の。ちょっと江川選手に聞いておきますね。よろしくお願いします。後で答え教えてくださいね。体格もがっちりしてるのかなと思います。お二人とも。そうですね。そうですね。はい、古賀選手、赤の古賀選手が身長180センチ。一方白の江川選手は175センチ。比較的高身長の方ですね。体格もいいので、そのボディを当てていくっていうのが本人の特徴なのかななんて思いながら。ちょっとそのボディ面も見てみたいですね。さあでも古賀選手展開したいところですね。そうですよね。おお、いいとこ。これも相手が受けたところですね。引き逆で思い切って、いったのがいいところかなと思いますが、ここでビデオ確認です。江川選手の打突が浅かったのではないかという申告内容が入りました。私解説初めてですけど、この
ビデオ確認っていうのも非常に特徴の一つですよね。そうです。はい。見ていきましょう。手から崩して、おー、なるほど。これは打突部位を捉えていない可能性がありますね。私もさっき見てていい一本だななんて言いましたけど、少し浅いのかもしれないですね。部位を捉えて、そうですね。剣先の方で当たってるという感じなので、まあ浅いといえば浅い。これはもしかしたら当たってない。そうですね。部位を捉えていないという可能性が高いですね。結果はどうでしょうか。あ、手引きされました。試合開始です。佐藤がよく見えてないってことは分かりましたね、今ので。はい。ただ剣道のこの速い展開の中でしっかり確認するっていうところは人間の目でも追えないということが、追えないところがやっぱあるというのが現実じゃないでしょうか。どうですかね、住崎さん、その辺は。そうですね、はい、やっぱり本当一瞬のことなので、やっぱりこうやってビデオ確認をするというのはすごくいい試みなのかなというふうに私も思っています。住崎さんもここは古賀選手は一本でも取りたいですよね。そうですね、前の試合でNX 庄司さんの方が1本取っていますので、ここはやっぱり返しておきたいところかなと、最低でも1本は返しておきたいところかなと思います。やっぱ2人とも体格がいいから、古賀選手もさっき体当たりでボディ面を得意とする江川選手を吹っ飛ばしてましたね。すごい迫力がありますね。迫力ありますね。見応えがある。一本逆動がなかったのであれば、なんとか一本取り返したいところですけど、残り30秒。すごくやっぱ積極的に取り返しに行きながら、ただそうですね、やっぱ2本3本と続いていくといいですね。1本の単発打ちが多くなってしまうので、どうしてもこの引き技ももちろん決めに行って、外れたら2本3本と連続技を出すっていうところがやっぱ取り返す秘訣かなというふうには思います。ちょっとこのつまずりのところもさっと切らないと。そうですね。ここでブザーが鳴りました。中堅戦、古賀選手対江川選手は江川選手の一本勝ちとなりました。3勝戦、赤馬場明宏選手、白根本雄大選手。さあ3勝戦が始まりました。住崎さん、今までの試合振り返ってみて、この流れどうでしょう。そうですね、NX 庄司さんの方がもう2人リードしていますので、ここから NX 庄司さんの方は、そこまで無理をしない戦いになっていくかなというふうに思います、そして逆に三菱商事さんの方はもう後がない状況になってきてますので、どうにかここで1本でも、取っておくということが重要じゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。佐藤さんいかがですか。はい、そうですね、ここはやっぱり1本どうしても欲しいかなという流れも変えたいですし、馬場選手がどういうふうに攻めていくのかなという感じですね。ここは馬場選手1本欲しいところでありますよね。非常にやっぱ実力のある選手なので、どうやっておー、いいとこダメか。欲しいですね。欲しいですね。お互いにおおすごい攻防ですね。馬場選手がここはチームとしても1本どうしても取りに行くんだという気合が気迫見えますね。すごく伝わってきますね。もう1本取りたいっていう気持ちが、こちら側にもすごく伝わってきますが、やっぱその見ている人たちとかチームとか審判がやっぱり判定するものなので、1本取りに行くぞっていうその気概というかですね、この気迫が伝わるとやっぱり相手にも伝わりますし、チャンスも増えてくるかなというふうに思います。はい、ただそこをですね、この白の、選手がどういうふうにしのいでいくか、またはそこをですね逆に捉えるかっていうところが見どころかなというふうには思います。住崎さん、ここはやはり根本選手も取られたくないですよね。そうですね、根本選手は相手がかなり攻撃的に来ているんですけれども、しっかりとさばいているといいますか、見えているんじゃないか、相手のことが見えているんじゃないかなというふうに思います。さあ1分切りました。そうですね、この、根本選手も防御一辺倒になってないので、
っぱいいところで手を出すなという印象ですね。相手が打った後であったりとか、引き技っていうところも自分自身も狙ってますからね。赤の馬場選手、得意技が面、一方白の根本選手は得意技が出後手となっていますね。相手が来たところを出後手で抑えるってなると、やっぱりどうしても得意の面も出せないっていうところがあるかなとは思います。惜しいですね。惜しいですけど、なかなか一本ではないですけど、素晴らしいところを出してますね。惜しい。非常に攻撃力のある選手ですね、パパ選手は。時間が多すぎる。ここでブザーが鳴りました。3勝戦、馬場選手対根本選手は引き分けとなりました。副将戦、赤伊藤健吾選手、白岩田正幸選手。さあ副将戦が始まりました。今のところ2対0で NX 商事がリードとなっています。ここは伊藤選手取りたいところですね。ですよね。伊藤選手が引き分けだと住崎さん、これはそうですね、もうNX 商事の方の勝ちが決まるという形になりますので、伊藤選手の方はもう何としてでも1本取らないとここはダメな状況です。で絶対取らなきゃいけないですね。そうですね。でこの伊藤選手の方が得意技が面、小手、胴、突きと全てなので、全てが繰り出されるとやっぱり1本の確率というのはすごく上がるんではないかなと思います。どちらもやっぱり実力のある選手ですから。はい。伊藤選手、本当に昔からですね、実力があって、はい、かなり警察の人たちもやりたくない選手だったの選手ですね、やっぱ。はい。ってことはここは必ず伊藤選手は1本取ってくれるであろうと。取ってくれると思いますね。ただ岩田選手も今のそうですね、この後打ちもそうですね、さっきの開始動もそうですけど、こういったところを打たれてしまうと伊藤選手もなかなか攻めていくのが難しいなというふうに思います。いいところ。根本選手、素晴らしい。小手を取りました。強いな、やっぱり。佐藤さんお願いします。はい。そうですね、本当に岩田選手が少し手元が上がったところですね、一瞬のこの入りで手元が上がったところをしっかり打って、そしてこの打った後も間合いを詰めていくと、素晴らしい一本だと思いますね。いや、さすがですよ、本当に。うわ、すごい。おー、いいところ。綺麗に入ってますね。しっかりこの手の内を効かせてですね、ちょっと手首を返して、相手が手元を上がったところを V を捉えていくっていうのはもう一流の証拠かなというふうに思います。伊藤選手が小手を決めて取り返しました。住崎さん、取り返しましたよ。そうですね、これで、この後どうするかですよね。やはりもう一本いくのか、それとも、無理をしないのかっていうのはすごく大事な局面かなというふうに思います。もう行くなら行く、行かないなら行かないということをやっぱり自分の中で決めることをしないと、やっぱり迷うと逆に取られてしまって、そうすると勝負が終わってしまうんで、そうですよね。ここはすごく難しい場面かなと思います。そうですね、チーム状況からすると、隙あらばもう一本という形で、いいとこだけど、そうですね、一本だ、一本だ、やっぱそうか。佐藤さんお願いします。別れ際のところですね。この1回相手がそうですね、手元上がったところを振り抜いていったという形ですね。別れ際というところなんで何とも言えないところですが、実際にここで技を出すとやっぱり音もしっかり音が響いていくとですね、逆動はやっぱり一本になりやすいので、本当に素晴らしい2本だったなというふうに思います。副将戦、伊藤選手対岩田選手は伊藤選手の2本勝ちとなりました。大将戦、赤中島佑樹選手、白手塚隆星選手。どうだ、ダメか。いやー、でもここで1本ってところで思い切って初立ちから攻めていくっていうですね、中島選手さすがの動だったと思いますが、肌は1本でしたね。
今のはダメだったですかね。住崎さんどうですか？そうですね、ちょっと私も一本になったのかなとは思ったんですけれども、少しちょっと浅かったのか何なのかっていう感じですかね。中島選手も狙ってたんですかね。相手が、ここは防御に来るだろうと予測して、ある程度予測して思い切って振り抜いたと思いますね。手塚選手はここでやっぱりどうしても打たせたくはないという思いがあると思いますので、その人たちの相手の心情をうまく察知したのではないかと思いますけど、この中島選手、本当に構えがすごく美しくてですね、この崩れないところから逆動っていうところが相手はなかなか打たれてしまうのかなというふうに思いますね。そうですね、この中島選手の特徴的ですね。以前私も武士道大会という大会で一緒にですね試合出たりしたこともあったんですけど、この構えがですね本当に美しい。手塚選手の小手が決まりました。そうですね、今本当に逆動ももう一回行きたかったのかなというところで、手元がちょっと上がってしまったところですね。ちょっと焦ったかなという、そこをうまく捉えていったこの後の、そうですね、逆動行きたかったけど行けなくて、次面に切り替えようとしたところを出後手っていう感じですかね。いや、手塚選手よく見てましたね。ここしっかりグッと一発目の逆動が効いてたので、ちょっと我慢したかもしれないですね。ちょっと打たれた時に綺麗に小手が入ってますね。手塚選手、小手を決めました。ここはもう取り返さないといけないですからね、中島選手。住崎さんどう見てますか？そうですね、もうここはもう2本取らないともう負けなので、もう1本もし白の方に取られたとしてももうそれは仕方ないんで、やっぱりもう全て捨て切って、赤の中島選手の方は打っていくしかないかなというふうに思います。一回試合がこのように止まると結構立ち直しいいですよね。そうですね、手塚選手本当にこの打たせないながらもこの足を使ってここでこの近間のところとか引き技をですね常に狙っているので、これは1本取った後の戦い方としては非常に素晴らしいなとは思います。さあ1分切りました。そうですね、この慌ててきたところしか足でさばいて、この切るところだけですね、反則にならないように、しっかり周りを切るっていうのも重要なポイントなんですけど、しつこくやりつつもここはしっかり切らないとですね。残り30秒、住崎さん、もうここはもう手塚選手は守りたい。そうですね、もう無理はしないで、間合いをしっかり取りながら、進めていきたいと思いますね。当ててしまうと、そうですね、手塚選手なかなかちょっと間合いを切らないので反則にならないかとかですね。そうですね、この無理して切ったところはしっかり技を出していくっていうところですけど、間合いを切らないっていうのはここでブザーが鳴りました。大将戦、中島選手対手塚選手は手塚選手の一本勝ちとなりました。ここで改めてスコアを振り返ってみましょう。さあ佐藤さん、いかがでした？はい、そうですね、NEX 商事の皆さんがですね、まずは5勝中堅というところで連続して一本勝ちで、さらに、追い上げたいところで三菱商事の伊藤選手が見事な2本だったなというふうな印象ですね。大将は1本取りたいところを相手が逆に手塚選手が抑えたっていうのは素晴らしい試合展開だったなと思います。ありがとうございます。住崎さん、いかがだったでしょう？はい、私はその三菱商事のやっぱり副将の伊藤選手が2本取ったというところがすごくやっぱり大きいなと思いまして、でそのままその流れだとですね、大将、三菱商事の方が少し気持ち的になんていうんですかね、1本取れば勝ちだっていうのがあるので、少し気持ち的にはイケイケムードになりそうなところをですね、逆に NX 商事の手塚選手の方が1本を取ったというところで、そこで勝負を決したというところなので、すごく見応えのある試合だったかなというふうに私は見てて思いました。前回手塚選手解説に来ていただいたんですけれども、その時はすごいなんか優しいほんわかおっとり系だったイメージが私はあって、剣道は結構ガツガツ、ちょっとびっくりしました。アグレッシブでしたね。
本当に大将の中島選手の初立ちの逆上が決まんなかったのが、展開の全てだったかななんていうふうに思いますが、どうですかね、住崎さん。そうですね、その後、あれが一歩になっていたら、もしかすると少し展開が変わっていったのかなと思いますので、やはり手塚選手の方が最後まで落ち着いて試合ができたのかなというふうに思います。わかりました。以上でこの試合は終了となります。解説のお二人は本当にありがとうございました。ありがとうございました。より多くの方にご覧いただけるようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。